よし、これ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 でリュック、よいしょよいしょ。さて今日は午前中に川のどっかにカメラを落としたっていう人がいるので、そのカメラを今から回収に行きますよ。おそらくカメラが落ちたのはあの辺りね、あの辺り。午前中はたっぷり潮があったんで、多分みんなはあそこを通ったはず、あそこを通ったはず。でもあれから今は何時？もう3時50分、4時ですね。多分みんなが通ったのは10時ぐらいにあそこを通ってるはずだから、もうかれこれ6時間ぐらいするとこんなに潮が減っちゃうよってことですね。今日の一番引く干潮が5時とか5時半とかだから、あと1時間ちょっとは引くんで、川は高いとこから低いとこに流れるし、今引き潮だから意外とカヌーは進まない。ちゃんと漕がないと進まない感じかな。でもあと1時間もしないうちにだいぶね、もう潮止まりに寄ってくので流れが止まり始めるんじゃないかなと思うんだけど、潮止まりってことは魚釣れないんだよねかなり準備したけどコンディション的には、釣り的にはあんま良くないね。まあ釣りはおまけだからね。今日のメインは落っことしたカメラを回収です。話によると黒いなんか布製のケースに入ってるらしいのよね。ただその落ちた時の話を聞くと、見た感じ深さが140センチぐらいの深さ、150センチかな。ちょっと降りたらどうだろうみたいな深さだったな。なんかかがんでカメラ探すなんて無理な深さだったんだよね。あの時間から比べたら70センチぐらい、70センチぐらいは多分潮が下がってるから、おそらく、カヌーで上から探してパッと取れるんじゃないかなと思っているよ。ただ午前中よりも景色はだいぶ変わってしまったので、あの時の風景をしっかり思い出して、そこをしっかりと目指して進まないといつまでたっても見つからない。おそらくだけど落としたエリア考えたらまだ水があるはずなんだよね。おそらくマックスで潮が引いてもそこはね、陸地干潟にはならないはず。結構うわー深いってとこで落としたんだよね。いつもだったらもう諦めましょうって言うけど、その男の子はね、普通だったらね、小学生だったからもうギャン泣きなんだよね。ショックとクソーっていうので、親も見てるしみんな知らない人も見てる中ね、あの子耐えたんだよ。偉いよ。グッとね、こうグッとこう奥歯噛みしめて一生懸命タオルでね目拭いてる姿見たらね、ちょっとグッとくるものあったね。だからちょっとおじさんも頑張ってみようかな。激ヤバです。座礁した。かなり浅い。よいしょ。まだ引くこと考えるとちょっとやばい。いや結構潮の流れ速いな。多分落ちたカメラは流されることはないと思うんだけど、心配なのはこの流れのせいで砂かぶって埋もれていくことかな。それでね見つけられなくなるんだよ。
いやーでもどうだろう。マジでね、カヌーはね目線が低いからね、ドンピシャで上とか通らないとなかなか見つからんのよね。カメラで映ってるのと同じで、本当に目線もそんなにね広範囲はね見れないんだ。でここは今砂だけど、あっこら辺から泥になってくるから、砂と泥が混ざるから、見つけたらもうほぼ一発勝負ですくってあげないと、泥が舞っちゃうともう完全に見失うからね。さて歌川式エリアの方にちょっと着いたよ。さあこっからはちょっと川底気をつけて見ながら進まないと通り過ぎてしまったりしちゃうね。いやー、思った以上に泥が積もってる気がするな。ちょっとやってみようか。ほら砂と泥が薄く、でもそこまで泥がひどいわけじゃない。ちょっと太陽出てほしいんですけど。深さ的にどんなもんだったかな。こことかだったら降りて撮ってたと思うんだよな。さあ太陽が斜めにあるせいで全く視界が悪いです。黒いケースって言われてんだよね。これか。うわー、太陽出ないとわからんな。おそらくこの辺り、かなり水が濁ってますね。ほんとドンピシャで見つけないといけないな。これは難しいな。もっと水位が下がらんと。うわ、太陽が少ないとちょっときついな。とりあえずあと1時間は潮が引くので、浅いところ、見えるところをちょっと重点的に探してみようかな。全然見つからない。多分ねこの辺りなんだよな。黒い色はいっぱいあるからね。木の枝も腐ったら黒くなるし、落ち葉があってもなんかこう角度が縦になったりとかたまたますることがあるんだけど、それで影でね黒くなるんだよ。いやー、太陽が出ない。かなり厳しい。強力なマグネットが、磁石があるんだけど、これを引きずってくっつけようかなとも思ってるんだよね。でもそれするとこの泥ぼこりが立ってしまって、もう目視で探すのはほぼ不可能になっちゃうから、これもちょっと後かな、やるとしたら。ここじゃないかな。いや、思った以上に川底が見えないな。思った以上に見えないぞ。うわー、そして太陽も出ないぞ。ここら辺だったら見えるんだけどな、うっすら。しかし太陽がない。太陽が出れば見れるはずなんだが、太陽がまた斜めなのが難しさを上げるな。うわー、もうすぐ隠れちゃう。困ったね。これは目視で頑張るよりもちょっとマグネットも使いながらやった方がいいかも。はい、重いルアー沈めて探ってみるか。
見えないのに上から見てるだけじゃしょうがないもんね。何かしらして可能性を上げねば。うわ、泥食ってる感じする。まず1回目ダメ。やばい、見つけられないかも。見つけてあげる。約束したんだけど、このままでは約束を守れない。あまりにも上流からの泥がすごいので、ちょっと作戦変更。見える深さのところをとりあえず1回徹底的に見て回ってみようかな。もしかしたらね、そこで見つかる可能性もあるし、あとはね、川底でどんな風にあるかだよね。これか？ちょっと四角く見えるけど茶色いな。もうそんな泥かぶった？もしかしてこれだったらやばいな。ここの泥えぐいな。よっ、あったんじゃないのこれ。あったんじゃないの。これかな。これで合ってる？もう完全に泥に埋もれてたよこれ。チャック開くってことは新しいな。これかな。奇跡だぜ。これで合ってるかな。うわ、だとしたらほんとすごいわ。もう多分電源入んないね。ダメだね。もう中でショートしてるんで、もうこれはダメですね。水入ってで、これ乾かしちゃいけないんだよ。もう水でビタビタにしとかないと。もう乾いちゃうとそこから錆びるからね。はい、ということで、はい、水を持ってきまして、これに入れときます。よかった、よかったよ。見つかったね。よかったね、ほんと。もう泣かなくて済むよ。うい、あとはほっとした。マジほっとした。あんなに泥にはかぶるのか。黒じゃなかったわ。やばいね。あそこ重点的に意地張って攻めてたら見つかんなかったな。よかった。ちょっと場所変えてみようと思って、危なかったマジで。よく気づいたな。しかしあれに違和感感じたな。もう全然ダメなんだ。こういう葉っぱ泥かぶってるけど、これ昨日一昨日じゃなくて今日とかなんだな。すげえわ。知らんかった。あんなに泥ってかぶるんだね。勉強になった。一安心したところで釣り返し。あれ絶対見つけらんないよ普通の人。もう何とも思わないもん。あんな泥だし、あんな形もあるだろうなって思えるぐらいの四角だったもん。ケース入ってるから余計丸みがあるしね。まんまカメラとかだったらちょっとエッジが角がね
エッジがあるからさ、なんか人工物だみたいな、なんか落ちてんな、石かなとか思うけど、あれは泥だったらあるでしょ、ああいう形みたいな風に見えたよ。だってこんなもんだったからね、ほんと。これ泥だよ。ほらほら、字も見えなかった。いやー、ほんとこういうところで物落としたら絶望的だな。はい、いかがだったでしょうか。何の動画って言えばいいんだろう、これは。とりあえず川の中でカメラを落とした人がいたので、そのカメラを拾いに行くっていう動画でした。無事見つかってよかったですね、本当にね。見つかったけど、まだデータの方がちゃんと見れるかどうかはまだ分かんない。一応今日水浸しにして塩抜き的なことをできる限りはしますけど、あとはご本人さんの方に返して、本人たちがうまく処理してくれて、で奇跡的に中がそこまでダメージいってなければ、なんかこう水浸しのせいでこのショートとかでカードにダメージが入ってなければ、中のデータは生きてる可能性がありますからね。そんな感じの動画でございました。ご視聴ありがとうございます。皆さん、水遊びの時はくれぐれも気をつけてください。浅くても水が濁ってれば探せないもんもありますので、浅いからといって油断しないように。本当見つかんないんです。僕去年ナイフなくしたけどまだ見つかってないからね。歩く釣り場だから絶対見つかんだろうと思ってたけど、2回行っても3回行ってももう14回ぐらい釣り行ってるけど、未だに見つけられないからね。もうさっきのカメラ見つけた時思ったけど、もう泥かぶっちゃってもう見えないんだろうね。もう諦めます。もう無理です。あれ探せないです。そういうのがあります。貴重品などは必ずなんかこう分かりやすい色とかにした方がいいです。黒はマジで分かんないです。意外と目立たないです。柄物がいいです。しましま柄物がいいです。なるべくその方がいいです。自然界にない色合い模様、その方がね分かりやすいです。以上でした。ご視聴ありがとうございます。さよなら、さよなら。これマイクロ SD じゃん。じゃあ大丈夫かも。綺麗。錆びてるよこれ。よかった。変換のやつはちょっともう無理そうだけど、マイクロ SD は綺麗だったからね。これバッテリーほら。